Into the Dark Voices from Nightfall へようこそ。この番組は YouTube で配信中のバンピリックオーディオミステリー X&B ナイトフォールズ花文がお届けする初の配信番組です。本日番組のホストを務めるのは私、Sir Pumpkin。皆様を奇妙で楽しいハロウィンのパーティーにご招待しましょう。拓平やろ。そして私と一緒にパーティーを盛り上げてくださるのはこちらの方々。エクスプロラドール役加田聡です。初の配信番組で皆さんと楽しんでいきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、どうぞ。はい、ビョルン役桐山和久です。本編すでにご視聴いただいている方もこれから聞くよっていう方も楽しんでいただけるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。よいしょ。そしてブロドグリム役角信也です。 X&B の世界へようこそ。本日はこの4人で X&B ナイトフォールズ花文のキャラクターたちの魅力に楽しく迫っていきたいと思います。やったー。よろしくお願いいたします。いいね、このひりついた感じ。拓平さんもよろしくお願いします。お願いします。お願いします。拓平さん。パンピンさんよ。加田君、はいはいはい。本名を呼ぶな。私の名前は Sir Pumpkin。いや、なんか、Sir もう Pumpkin。その感じもすごい硬いから。お願いします。なんか語尾にパンプキンってつけてもらっていいですか。よろしくお願いします。デルクさん、よろしくお願いします。本日の進行はさあパンプキンプキン。かわいい。かわいい。よし。じゃあその感じ。ちょっとこれ逆にしんどいわ。逆にしんどいわ。いやいや、本日はわざわざ来ていただいた3名のゲストの皆さんが主役ですから。ありがとうございます。はい。この4名でにぎにぎしく進めてまいりたいと思います。よいしょ。なんて。にぎにぎしく、にぎやかしく。それでは、ね、X&B ナイトフォールズ花文の世界魅力に楽しく迫っていくために、早速ですが1つ目のコーナーに入っていきたいと思います。はい。皆さんご準備はよろしいでしょうか。ダメです。じゃあもうしばらく待ちましょう。どうすんだろう、どうすんだろうこれ。まだね、チャットの方がね、ようやく107名ということで、すごい。皆さんと見に来ていただいております。さあ、200になるぐらいまで待ちますか、これ。待ちますか。待ちますか。まあ、あと一人で日本さあ、来ただどれぐらいでも待ってやるよ。お待たせするのもなんですので、とにかくまず一つ目のコーナー行ってみたいと思います。それではですね、タイトルコールの方、加田くんお願いしてもよろしいでしょうか。わかりました。じゃあ最初のコーナーこちらです。 XB or ブロドピックユアヒーロー。ありがとうございます。さあ、このコーナーは、X&B に登場する XB ブロドの3人のことを加田くん、桐山くん、角くんがどう考えているのかを探っていくコーナーです。どうやって探っていくんですか。さあ、いい質問ですね。まず皆さんの後ろの方に各キャラクターを描いた札を用意しましたが、見つけられますか。ないです。ないです。ありました。ないです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 。ただ見えとるやろ。早く。見えとるやろ。はい、揃いましたね。拓平さん出てこいよ。そして私から質問をします。例えば一緒にうるさいな。楽しくやろうや。さあ、仲良くしましょう。一生懸命進行してるんだろうが。すみません。すみません。すみませんでした。すみませんでした。では説明を続けます。例えば私から質問をします。一緒に勉強したいキャラはという質問に対し、加田くん、桐山くん、角くんは質問の回答にふさわしいと思うキャラクターの札を私の合図で一斉に上げてください。なるほど。そしてどのキャラクターを選んだのか、それを教えてもらうことでゲストの皆さんのキャラクターの捉え方を聞いていこうというコーナーです。なるほど。なるほど。いいよ。さあ、それでは早速進めていきたいと思いますが、感想については視聴者の皆さんからもコメントいただきたいところですね。
さあああなるほど。質問に対して確かにうん確チャット上の視聴者の皆さんはどのキャラクターがふさわしいと思うのかもどしどしコメント欄の方にお寄せください。あ嬉しいですうんね。ほんまに。ねもうね。では試しにはい。うん。早速さっきの質問でやってみましょうか。おはい。何でしたっけ？いきますよ。はい。はい。うん質問です。はい。 X、B、ブロドのうち一緒に勉強したいキャラは誰？さあお考えください。視聴者の皆さんもコメント欄に回答をよろしくお願いします。はいはいはい。誰がいい？誰にしようかな。誰にしようかな。どうしようどうしよトランプみたいな持ち方してるな。本当ですよね。はいはい、なんやかんや言うとりますが、はい。暇つサバミバチバチ関西。いや言うとりますが。言うとりますが。白平さんじゃないですかそれはもう。いやーなんかそらそらしいな。どれがいいかな。さあもう3人の中では決まっているようなので早速聞いてみましょうか。はいそれでは一斉にお出しください。レディーオープン。ボン。さあ出ました。お出ました。B、ブロドという流れになりました。はい。はい。はい。さあそれでは一人一人理由の方を聞いてみたいと思いますが、加田くんはい。なぜ B を選びましたか？なんか分からんとことかあったら一緒に考えてくれそうな感じがしますね。なるほどなるほど。なんか他の2人余計な情報もいろいろ入ってきそうな感じのイメージ僕のなるほどねはいがあるので一緒に考えてくれそうやなと思って加田くんの解釈はそのようになっていると。はいはいそれでは桐山くんにも聞いてみましょう。桐山くんはなぜ B を選んだのいやでしょもう大体一緒です。もう優しいんで彼は。あ一緒に考えてくれるんですよ。う。なるほどね。一間違いなく緒に考えてくれると。はいはい。はい。なるほど優しさがね B は出てるな。で逆にそう消その去法的中でにもね。うん。ブロードを選んだすみくん。確かにそりゃそうでしょうんう。500年も生きてるんですよ。何でも知ってる。年の方。頭良さそ精精神科医間違いな確かにいそうお医者さんやからう。もう毎回精神科医としてのテストを受けてるから。投げてるから何年かになるほどね1回。何年かに更新するためにねそうはいはいはいそう。知ってるから。ちゃんとやってんねやなうんそうそうれは一応なそりゃ教えてくれるよ。無免許じゃおない前の頭は悪いのか。つって。うわ嫌やないやそれを言われたくないからこっちやる。傷つきたくないんですよごめんなさい。ごめんなさい。つって。あ、すみません。めちゃくちゃスパルタでそう。やります。はい。僕さあはそれ嫌なんです今後の配信でもブロードのそいやのあたり頭の良さは出てくるのでしょうか。さあ皆さん慣れてきた頃はいチャットの方はいチャットかがですかね。欄で先ほどね見てたんですけどうん三者三様でしたよ X って言ってる方もいるし B あーブロードの方もいたしなるほど。ねたくさんたくさん答えてくれてましたよほんまにそうですね。たくさん、皆さん参加してくださってますね。ありがたいあ話りがとうございます。スパルタって書いてらっしゃる方がいますけどね。まあいやだからブロードがね勉強のねそうですね。勉強ブロードはちょっと厳しいかもしれません。勉強は厳しくやらないとダメでしょうよ。僕らのイメージですよそうそうですよ勝手にやってるだけですからはいはいそうそうはいさあそれでは流れにも慣れていただいたことで、では早速、うん第1の質問いってみましょう。これさっきのはもうお試しやったんですさっきのはお試しですあなるほどさっきのはお試しです。了解ですお願いしますじゃあコメント欄の方でも、うんここからが本番です。どんどんコメントしてくださいお願ねいし。ますはいそれでは第1の質問です。パーティーで盛り上げ役になりそうなキャラクターはさあお考えください。視聴者の皆さんもコメント欄にどんどん回答してくださいね。どうでしょうねこれはねこれはもうなうんゲストの3名の中ではもう一択決まっているあーいやーまあコメント欄の方もあチャット欄すごいですねどんどん上上ががっててきています。っますねわあはいあーでもあなるほどれ意外とみんな言ってることが一緒な気がする。そうですね。あーなるほどね。おお、そうですね。じゃあゲストの3人の答え聞いてみましょうか。はいはい一斉にお出しください。レディーオープン。お割れたもう割れてるやん綺麗に割れた。嘘綺麗に割れましたね。それでは加田くんからまずは B を選んだ理由お聞かせください。いやこれ僕のイメージですよあげるかおい消去法みたいな言うなよ。あげるかおかしいやろ。あげるよ。絶対気使って盛り上げてくれると思ったやろ確かにコメント欄の方でも B がほぼ一緒。いや待って。でもじゃあ B は盛り上げられへんよ。
優しいもあ、いやだからこそ気使って盛り上げ。ん。いや、盛り上げようって、わーってやわかったわかっ、ってたなんか、えってみんなが思うタイプやった。聞かれちゃうのそれ B。それお前が引いてるやん。え頑張ってるやん。じゃあ頑張りすぎ俺逆に2人聞きたい。うんね。そうですねねそれでは桐山くんが、はいはいなぜ X を選んだのかお聞かせ願えますか、そう X は盛り上げようっていう自覚がなくちょっとしたことでいろいろ話したがって結果盛り上がるみたいな。いや空気状状況に空気ぶっ壊すて。いや、一人で喋ってるだけやって。空気そうだから一人で喋ってることがなんか結果的に周りが楽しそうだねってなってそうな結果それは天然キャラということでよろしいのでしょうかもう天然盛り上げ。天然盛り上げキャラ。天然盛り上げキャラ。天然盛り上げ。ほんまに聞いてくれてるかな周り。一人で喋ってる可能性出てくるよ。そう静まり返るよりはまだいいかな。大丈夫喋ってる人がねいるから。さあさあしかしこっちも全然さあパンプキンとしても、うん一番意外だったのがブロドですねすみくん、そのあたりはいかがですか考えてくださいよ。500年生きてんねんで。もうあれ全部これになるかもしあ、れない。やばい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 。これ。あれ500年生きてて精神科医やってたら人心掌握なんかもう簡単ですよ。心身掌握なんて簡単ですよ。いやもうほんまもうみんなの心をハートキャッチね。いやということはブロドが盛り上げる時というのは何かその場を掌握したい、あるいは掌握しなければならない企みがあると捉えてよろしいのでしょうか。何言ってんの？急にあれ生討論みたいになってるの。いやじゃなくっていや考えてよ。何やねん。いやみんながなんかもうどうしようだるいよもう帰ろうかなって言ってる時に待ってくれよ。いやパーティーやめろよ。何やそれパーティーでわーってなるんですよ。帰ろうよ。もう盛り下がりすぎやろ。帰らないでくれよっつって。 500年の集大成が帰らないでくれよは。お前カード少なすぎるやろ。帰りたいって言われる前にもう盛り上がっといてくれよ。まだ待ってくれよっつって。まだ待って。その時点でダメこんだよ。なんやんけお前。その時点でダメ。さあ500年生きた精神学心理学者のはいはい。方法論が担当直入硬いに願な言うてる望を言葉にするだけということでしたけれどもいや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 。改めて言葉にされるとすごい悲しくなってて。コメント欄の方にも帰らんといていうのがありますけれどもね。関西人。あと B も500年生きてるって言われてましたよ。ほらほらほらさあパンプキンと同じことを言ってる人がいますよ。なんすか。何本願だったっていうねそ。れはあなたの発言を受けて売ってくれてるじゃないですか。ひょっとして。何言ってんの？ありがとうございます。ありがとうございますさあパンプキンへのコメントもお待ちしております。急に宣伝しだした。急にどうした？さあ、はいそれでは2つ目の質問いってみたいと思います。お願いします。何ですか？質問です。はい。秘密を打ち明けるならどのキャラクター？さああお考えください。なるほどね。視聴者の皆さんもどんどんコメントをお寄せください。これでも簡単じゃないの？もう一発いやももうこれはもう一人しかいなかったです。先ほどもそのようなコメントが聞こえたと思うんですが分かれましたね。さあ今回どのようないやこれはねもう分かれないですよもう。コメント欄の方はやはり一色に傾いて、はいはいはいおお、あここで分かれてきましたあが、割れてるかも。はいはいは。はいいはいまあまあはい。まあまあまあ行ってみましょうよじゃあ。それではゲストの3名の答えの方、はい聞いてみましょう。一斉にお出しください。せーのレディーオープン。はい。はい、分かれましたね。俺たち息合わんな。あーいいっすね。いやいや、ある意味ずっと信号や合っていると考えていいんじゃないでしょうか。えさあそれでは早速加田くんの方から、はいなぜ X を選んだのかお聞かせください。そうですね。なんかそういう秘密を言ってもなんかすごい包み込んでね、なんか聞いてくれそうな感じはしますよね。なんか誰にも言いそうにないし、なんか冷静にその秘密に対しての対処とかも言ってくれそうな。でも励ましてほしい時になんか正論言われてもな。自分のことですか？特大有名な。自分のことでびっくりした。びっくりした。なんかこういうことを抱えてんねん。どうしたらいいかな。こうしたらって言われたら自分のことですか？知るか。確かに守秘義務については固そうな気がいたしますが、守秘桐義務山くん、はい。さあ B を選んだ理由をお聞かせください。だって500年生きてますから、もうそれ今までね出会ってきた人の中でいろんな秘密とかいろんな情報を共有されてきたはずなんですよ。コメント泥棒。それでこのそう先に言っとこうとこれでその優しさを兼ね備えて
先輩を追い込んでいくやん。ね、500年も生きててこの優しさを兼ね備えてるってことはちゃんと秘密を共有してもちゃんと守ってくれるんじゃないかと。本当ですか？ね、正しいリアクション欲しいリアクション500をもらえると年も生きてしまうと我々の秘密ごときは大した秘密でもないのかもしれません、ね、生きてしまうと生きてしまうとね。さあ最後になりましたが、うんブロドを選んだスミ君、どうぞ理由をお聞かせ願えますか。 500年生きてるんですよ。考えてくださいよ。ね、500年生きてて、君が考えろよ。そうなんですよ。おかしい。でもおこの天の声なんかおかしいって。 500年が便利カードすぎて、それ言った後にうん一回考えるターンがちょっとな B よりも50年ぐらい生きるの長いんよ。ちょっと長い。そうちょっと長いのよ。いいですか、コメントの方にも便利な500歳ということが入ってるそうですよね。 500年生きてるわけで、はいはいね、みんなの話にはほんまは興味もないわけ。ね、で精神科医なわけ。何でも解決してくれるよ。精神やもうダメだダメだ。さっき精神科医やから人心掌握もすごいし、なんかもういろいろ相談とか。いやほんでそうだから精神科医やで。だからはい、コメント欄の方にも500年チートというコメントが流れていますね。チートじゃないよ。さあ、お時間の方がどんどん進んでまいりましたが、はいそれではそういう3つ目の質問に移ってまいりたいと思います。はい質問です。はいうんあなたはうん暗闇の中にいます。はい。隣にいてくれたらいいのになぁと思うのは誰？なるほど。なるほどですね。さあお考えください。視聴者の皆さんもお考えください。暗闇の中、隣にいてくれたらいいのになぁと思うのはやっぱ明るく照らしてほしい。誰でしょうブロード外すのやめてくれるかな。いやもうない。それは絶対ないなと思って。絶対ないなと思って。二択してるやん。やっぱりどっちだろう明るく照らしてほしいよね。でも暗闇やからね。ああまあそれはそうやねなるほどね。そうそうシンプルそうそにね。う。ね。うんさあしかしコメントの方ではうんブロドの名前あがあブロードたくさん上も上がってるね。がっていま X す X が B あーいい B。ねさあゲストの3名は誰を選んでくださったのでしょうか、はい一斉にお出しください。レディーオープン。もうこれも見事に分かれましたね。おかしいのはお前よ。明るく照らすって言ったぞ自分で。お前コメント楽しみにしてるから。さあコメント欄の方では綺麗に3人分かれているのですが、加田君はい。なぜ X を選んだのでしょうか。いや多分ねこっちが不安に思うことないぐらいになんかいろいろ喋ってくれるし、多分ね逆に怖がる暇がないぐらいやと思うんですよ、ね。なるほどだから楽しいと思いますね。先ほど問題発言の土星論っていうのがポジティブに働くいやパターンのもちろんもちろんそうやと思いますよ本当に。なるほどねなんで暗くなったんやろみたいなこと言ったら原因をバーッとか言う可能性がバーッといろいろ喋ってくれそう。ねそんなん聞いてへんねんみたいな感じじゃないですか。求めてるそいやれ。いやなるほどね逆に暇せえへんし安心はねするかも暇せえへんかなみたいな。なるそれでは桐山君、はいはい B を選んだ理由をお聞かせ願えますどかう。ぞ何よりも彼吸血鬼なんで暗闇は間違いなく慣れてるんですよ。なるほど。確かにそうですなるほど。そうだから暗闇でまずおどおどしない。はいはいはい彼が落ち着いてるからこそ励ますだったりとか人を落ち着かせはいはいることに長けてるはずなんですよ、そのシチュエーションにおいて。確かにねなるほどなるほど。そしてこの優しさ、うんそしてこの500年生きているという安心感もうこれに尽きるんですよもう。なるほど。うんそれでは500年のワードを取られてしまったすみ君、はいじゃあさあブロドを選んだ理由は。まあ考えてみてください。はい500年生きてんねんで。ほんで吸血鬼ね、もうよく見える。ほんでさらに言うと精神科医。うん。落ち着かせるのうまいに決まってるやろお前。精神科医かどうか以外言ってること一緒でしたけど一回いいですか。明るく照らすどこ行った。明るく照らしてほしいどこ行った。それ暗闇でさ、怖がってたらさ、う明るく照らしてくれるよブロードは。ほんまか。まるでそう夕日のようにね。いや火赤のちゃう。大丈夫。今はこれから暗くなってるからまあ今はね切れちゃったら今はねもう大丈夫になってるけど大丈夫にな大ってるから丈夫になってるけど。だからまるで夕日のように照らしてくれるよ。なんで朝日じゃない。あとは暗くなる一方だから沈んでいくこれはね沈んでいくだけだから沈んでいくまあしかそうそうし逆説的にやはり暗闇の中でははいもともと暗闇をよく知ったものがうんかえって照らしてくれるものなのかもしれません。うんさあお時間随分となんかう消まいこと言う。化しておりますがさあパンプキン大丈夫大丈夫。うまいこと言った感じにな割とってるけど長めにいきますよ。はい。さあそれでは最後の質問になります。さあパンプキン提案があります。どうぞ。 500年っていうワード禁止にしませんか。これ禁止しませんか。おかしいやんけ500年禁止しませんか。精神科医精神科医としてはい禁止って何？
加田君、はい500年というワードの禁止、はい受理します。ありがとうございますおかしい。ありがとうございますなんだ今後、桐ありが山君ととうございますすみ君にはダメか自力で頑張っていただきましょう。はいよしダメかそうしましょおうかしいやん。それではせっかくですので最後の質問皆さんで楽しくやってみたいと思います。コはいメントの方もお待ちしております。はいさあ質問です。はいあなたはうん探偵です。お最も信頼できるパートナーは誰？さあお考えください。視聴者の皆さんもコメントの方でどんどんお答えください。まあさすがに、さすがにさすがに。まあさすがにやなさすがに。さあコメントの方でも500年ワード禁止と書き込んでくださってますが、はいコメント欄の皆さんは一切500年ワードを使ってこられませんでした。いやもうじゃあそうでしょ理由聞かれてやるさあ視聴者の皆さんの方がそりゃそう前でしょに取り組んで配信に慣れてなさすぎて失礼なこと言うな俺たちだって前向きじゃんちゃんと言うてるやろさあコメント欄の方はどんどん賑やかになってまいりました。ありがとうございますさあゲストの3人考えはまとまりましたでしょうか。はいはいそれでは一斉に開けてもらいましょう。レディーオープン。でんこれは桐山おー XX ブロドという風に分かれました、はいもうさあ探偵のパートナーとしてはい最もふさわしいのは誰かという質問に、うん X と答えた加田君、はいはい理由をお聞かせ願えますか？当たり前でしょ探偵ですよもう僕なんかよりもずっと先に行ってもう全て秒で解決してくれるんでそれは探偵ですからね。それはパートナーとしていいんでしょうか。秒で解決してくれるんでこれそれはパートナーとしていいんでしょうあか。僕だっていいんでしょうか。お互いがパートナーとしてそれは成立するんでしょうか。成立するでしょそれは X は一人で済むんじゃないでしょうか。いやでもそれに対してちゃんと突っ込んでいく役は必要じゃないですか突っ込み任せてください僕やるんでやるんでそういうことやるんで大丈夫です、はいまあ僕の考えですからねはい有能なパートナーをつけられるということがリーダーの資質と呼べるかもしれません、ね。なるほどなんで急にリーダーどういうことそれでは桐山君、何うん X を選んだ理由お聞かせください。はいいやもうそれこそやっぱりもうね公開されてる第1話から聞いていただいてる方はうんわかるかと思うんですけど、うんやっぱりこの変なキャラではあるんですけど、うん探偵としての鋭さとか探偵としての素質みたいなものはもう間違いなくずば抜けてるんで、そうですそして僕もね相棒役としてうんなるほど安心感を持って隣に立たせていただいてるわけですから。変なキャラそうですね。言ったな変変でしょ。変なキャラ変でしょ。あれは。変なキャラ変でしょなるほどね。うん変でしょうんうん言うてるさあそれでは、うん助手としてうんブロードを選んだスミ君。ああいいでしょう。じゃあいきますよ。うん考えてみてください。ピーでしょ。わかんないですえわかんないですえ言っちゃいけないこと言ってる。スミ君、スミ君。はい。 P ワードも禁止と言ってください。 P が禁止うんあいや隠すなと隠コメントを隠すなとなるほどねなるほどだから、まあ、言うなればさ、うんもう一番落ち着いてるわけ、あーなるほどねでパートナーとして話し合いができるから、なんか何やれ俺は突っ込むよみたいなわけわからんこと言うてる人もおるしわからんことはなくない探偵やで推理すんねやろ。僕してくれるよ何を突っ込いやしてくれるよじゃないよ。でそれに対してちょっとずれた方向行きそうやったらちゃめっちゃ関西人。めっちゃで関きます西人。かあなたそれで考えたらやっぱりブロドが一番落ち着いてるし、落ち着きすぎて何もしなさそうじゃない。いややるでしょ。逆にねいや逆に頭の中で全て考えてるでしょ。完結してるでしょ。パートナーですようん働け。そういやこそれっちがそうこっちが推理したこコメント欄のとに対して方も賑わってまいりましたが、最終的に関西弁が最強であるという結論が出たところでどういうことやねん出たかい出たそんな。さあ今後のストーリーで彼らの新しいすごいスルーされる彼らの関西弁が公開されていくかもしれませんので、視聴者の皆さんもお楽しみにお待ちください。なんさあでここまで XB or Brother Pick Your Hero のコーナーでした。ありがとうございましためっちゃ暑いめっちゃ汗かいてるさてなんでそれでは続いてのコーナーに移ってまいりたいと思います。はい今回は桐山くん、はい。タイトルコールをお願いできますか？はい、次のコーナーはこちらです。X&B メールバック。よいしょ。ありがとうございますさあこのコーナーでは、うんハッシュタグ XB ライブに皆さんからいただいたお便りや質問にお答えしていきおーいいます。じゃないですかありがとうございますさあということでですね、はいお便りたくさんいただいておりますが、うんまず一つご紹介したいと思います。はいはい
エピソード1をとても楽しみました。ありがとうございます。一番好きな部分は、うん車の中で X と B が口論するシーンでした。次に何が起こるのか楽しみで待ちきれないというコメントいただきました。はいはいはい、ありがとうございます。さて他にもですね、似たお便りが第1話を見て大好きになりました。嬉しい嬉しいですね。 X と B のやりとりが聞いていてとても楽しいです。私も一生懸命謎を解こうとしています。ありがたい。またエピソードで X の名前が呼ばれるシーンが面白かったですというコメントいただきました。呼んだのは誰でしょうね。さあということですが、ブロドワイブロドどうしたシーンのことだけを言ってまずね、まずグロードワイファンアートも書いてくださってるしね。ありがたい話です本当に。そうですね、皆さんお手元でファンアートはご覧になれるでしょうか。はい嬉しいですね配信の方には残念ながらファンアートの方を映せてないんですけれども、はいはい我々はファンアート拝見しましたね。これ面白いよね。文化の違いなんかな。車の右ハンドルか左ハンドルか本当だ確かに違うよね。そうですね、うん今回声だけの配信ということで、皆さんの頭の中でこういう映像が結ばれる大変面白い違いが出てますね。さあ、B とはい X ですけれども、はいこの車の中のシーン、うんおそらく実際のお二人は今回初対面になるのでしょうか。ではないではないですか。ね。仲良くこのシーン撮れたのでしょうか。めちゃくちゃ仲良く撮りましたよね。めちゃくちゃ仲良く撮りましたよ。何か障害があったようなというエピソードはありませんか。障害障害撮ることに対してですか？それこそこれ冒頭のシーンじゃないですか。そうですでね。やっぱ関係性が一番わかりやすくはい。現れてくるシーンなんで、うん結構入念に打ち合わせというか、はあはあしましたよね。はあはあうんなんかだからどんな風にね、うんどんな風に撮っていくんやろうなっていう不安はありますけどね。だから本当ギまあリギリまでねず最初やからーっと2人で読み合わせして、もういあーと思ってつ行ってもいいように準備だけはしてたみたいなね。なるほど。うん配信ではこんなにふざけているお二人がふざけてるかな。ふざけてるかな。仕事や。仕どう事や。したの？さあ視聴者さんからの質問もいただいておりますが、は加田さん桐山さんに同じように、逆には気に入ってるシーンはありますか、という質問なんですが、うんはいこれちょっとネタバレに気をつけながらお答えいただいてもよろしいでしょうか。おお二人のシーンで気に入ってるシーンというのは、まあ今公開されてるまでの部分で言うと、そうですね聴取が終わってうん2人でその考えを言い合うシーンとか、なんかみんなと喋った後に2人でちょっと会話するみたいなところのシーンは僕は好きですね。はい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 。好きですあったね。はい。桐山さんの方はいかがでしょうか。やっぱりねその耳打ちじゃないですけど、周りがガヤガヤしてる中で、うん B が X に対してちょこっとねこそっと喋るみたいなシーンがちょこちょこあったと思うんですけど、やっぱそういうところで2人の関係性とか、うんB の信頼感みたいなものが現れてるかなと思ってここ結構好きですね。これはそうですね、先ほどの言を借りれば、うん片や B の方は500歳という年齢を重ねているわけですけれども、たかだか34歳の人間ごときにやはり信頼感が置けるという、ええこの2人の関係性、これからどのように発展していくのかも楽しみなところですそうですね3番で X 嫌い？ごときっていうことなくなっちゃう人が嫌いなのかもしれない。俺か人間が嫌いヴァンパイア目線での話ですよ。びっくりしたそういうことですよね。ヴァンパイア目線で言うとそうなんです。ご心配なく、ご心配なく、さあパンプキンも50歳です。エグい角度でゴーン来たからびっくりさあした。続きましては今度はゲストの皆さんへの質問があります。はいはい。皆さんがもし密室殺人事件の現場にいるとしたら、うんまずはじめに何をしますかという質問ですね。怖い質問ですがフィクションとして気軽にお答えください。はいはいどうぞすんくん。お前たちのようなやつは信じられない。俺は部屋の中にこもるぜ。おいおいおい、あさあいつ死んだわ。今のすみくんの回答にするコメントをコメント欄にお寄せください。あいつ死んだわ。数時間お前も犯人かもしれないからな。つって。密室殺人事件を密室連続殺人事件にするのやめてもらっていいですか？一番ビビリという。連続殺人事件にする。俺の部屋に入ってくるんじゃねえぞ。さあ、おいおいおい加田君、桐山君はどうですか。まあ、我々普通に生活していてこういうことなかなかないと思うんですが。あってほしくないですね。そう、あっちゃダメですからねそれはね。あね、密室殺人の現場にいてしまったら
何を考えるんでしょうね。自らのアリバイ。いやでも間違いないそれは間違いない自らのアリバイ。アリバイをやって証明ないならね。やってないなら。自分の潔白が自分がよく分かってるはずやから。だってな密室殺人事件ってことはさ、うん完全なる容疑者やん。そういうことですってね。なったらまず自分のアリバイ考えるよね。やってないもん。ちゃんと証明できるかどうか。もちろんもちろんもちろんはい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 でも密室をなんとか解きたいって思うかもしれない。桐山くんなんかはどんなふうにお考えです僕か？とりあえずメガネかけた赤い蝶ネクタイの少年を探しますとりあえず少年を探しますバカ。なるほど。ね、少年が見つかればなんとかなるだろうあ、じゃあもう孫でもいいですよね。じいちゃんとそういうことだよねそれもってことになりますよね。いやもう眼鏡をかけた蝶ネクタイの少年さえ見つかればなんとかなるのではいやないその少でしょうか年を見。つけた瞬間に離れるべきですよね。そうやな本当だまず巻き込まれる絶対巻き込まれるこの路線で広げていくのめっちゃまずいと思う。やめましょうかやめていきましょう。これやめていきましょう。さあそれでは質問を変えましょう。はい今度はブロドへの質問です。あ何ブロドはうん猫派ですか犬派ですか？ブロドはねヘラクレスっていう大型犬飼ってるよ。ってことは犬派。よし。はい、コメント欄の方はどうなんでしょう。よしよし。コメント欄も少々戸惑い気味のようですね。いや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 そんな確かに貯めるほどの回答ではなかったようです。なんなんなんだなんだ。怒んないで怒んどうないでいうことなん大丈夫大丈夫です。さあ皆さん、ブロドは犬派です。それでは次の質問に行ってみたいと思いよし行こますう。。次の質問に行こ将来的にキャラクターソングをリリースする可能性はありますかというご質問ですう。。知りません。すいませんそうですね。わかりません。こちらはキャラクターの皆さんにはちょっとわからない、X&B チームから回答をいただいております。予定はまだありませんが、ぜひ作りたいです。うえーという回答をいただいております。はいさあそれではですね、3人の皆さん、ゲストの3人の皆さんはそれぞれどんな歌を歌うのでしょうか。ゲストの皆さん、どんな曲が合うと思ってらっしゃるか聞いてみたいと思いますが。なるほどね。曲どんな曲？俺でもあれかな、ブロドは意外とミュージカル調いいかもしれない。あーでもイメージできるかもなるほどね。そう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 確かに似合うかもしれない。そんなんやりたいな。今でもブロドのセリフっていうのはどこか歌っているような調子が感じられたりもしますね。やめてもらっていいですか、なんか芝居のダメ出しみたいな。サーパンプにところどころ自分の感情と自分のあれを乗せてくるのほんまもう素直にふわって言ってくれたらいいじゃないですか。そういう指定があったからやったんや。乗せるでいいですよ自分の意見。あのね、今はっきりと皆さんがサーパンプキンをどう感じているかがよくわかりました。意見を乗せてくる。サーパンプキンの中に山本拓平がもうさ、俺もこっち向いたもん。一個乗せてくるっつって。視聴者の皆さんもぜひご理解ください。こっちに私は皆さんを苦しませようと思ってここにいるわけではないのです。今日は楽しいハロウィンパーティーを楽しみましょう。エンディングで絶対あの人ここに引きずり出す。俺は引きずり出す。どんな格好してるかな。絶対引きずり出そう。もう決めた。さあ、桐山君はどうですか？そうですね、ビョルンは結構もうお芝居というか普段喋る中でもセクシーな声出したり明るい声出したりひょうきんな声出したりやっぱいろんな声を出していろんな人と喋ってるので、はい結構何が来てもビョルンらしさを見せることできるのかなとは思いました。なるほど。桐山君やからやろそれ。違う違う違うどうした違うお前でどうしたじゃなくてビョルンだからね、ビョルンだからこそ何が来ても構えていけるよみたいな。表現者として向かうところ敵なしというコメントでございました。またの下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 。出た出たよ。いやちょっとそうですね。歌 NG なんで僕。お前さ、最近ウェーイって言ってた。ウェーイって言ってたね。歌 NG なところある。ちょっとわかんない何が合うんでしょうね。いやでもうん X 意外と情熱的な曲似合うかもしれへん。情熱的な曲。うん普段静かなだけに物静かなまあまあ内に秘めたそう内に秘めたそうそうそう熱い思いがねうんあったりもするから。ちょっと拓平さんちょっと今邪魔やな。なんか拓平さんって言っちゃった。パンプキンパンプキン。俺がみんなを呼んだプキン。知らないの出てきた。急に知らないの出てきた。急に俺のパーティーだプキン。サーパンピンごめんそれやりだしたらもうごっちゃごちゃなる。そうそうやるのが最初俺の方失礼しました。少々動転してしまいました。して気がね。なんでこんな台本びっくりしたセリフやねん。さあそれでは紹介しきれないほどたくさんのメッセージやファンアート
いただいております。さあ、はい視聴者の皆さんありがとうございまありした。がとうございます。さあ皆さんに X たちが気に入ってもらえることが分かって私もとても嬉しかったです。はい。さあそれでは次のコーナーに移ってまいりたいと思います。さあ次のコーナーははい。すみくんタイトルコールの方お願いしてもよろしいでしょうか。だろう。よし。じゃあ、次のコーナーこちらです。はい。トリックオアトリートリアクションズ。さあこちらのコーナーですが、はいこのコーナーは XB ブロドが特定のシチュエーションに遭遇した時のリアクションをゲストの3人にこの場で演じてもらいます。さあ例えば、はい待ち合わせに1時間遅刻された時のブロドのリアクションは殺されるやろ。というようなことですね。もうさあそれをこの場で皆さん大丈夫に演じていただきたいと思います。はいそしてここにハロウィンにちなんだはい特別なルールがあります。おえルールはこちら。視聴者参加型 Trick or Treat Challenge。おー視聴者の皆さんには、はいトリックかトリートどちらのリアクションをしてほしいかリクエストをしてもらいます。なんとおートリックならちょっと面白いリアクション、はい。トリートなら甘くて優しいリアクションをゲストの皆さんは演じ分けていただかなければいけないということですあーなるね。ほどいやもう正直めちゃくちゃ怖いですねこれはね。そう何が怖いですね何がめちゃくちゃ怖いですねこれはね。さあ視聴者の皆さんからどちらが上がるのか、はい視。聴者の皆さんはコメント欄にトリックならお化けの絵文字、うんうん。トリートならキャンディーの絵文字を打ち込んでください。なるほど。トリックならお化け、トリートならキャンディーの絵文字を打ち込んでください。そして住深ど夜が今ちらのキャラクター、お化けかキャンディー、どちらが多いかはこのゲストの3人にジャッジしてもらいたいと思サパンプキン配信に出ています。配信に出てる人が配信に参加してチャット欄におる。今堂々と打ち込んチャットだ今欄におる。今待って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 。さあここで身内同士の足の引っ張り合いが始まっていますけれども、さあ視聴者の皆さんそれぞれの質問に対しトリート、トリックどちらを選ぶのでしょうか。出た。どっちがいい？俺めっちゃ恥ずかしいことしてキャンディー。さあコメント欄の準備も整ったようですので、では最初のシチュエーションいってみましょう。恥ずかしい。最初のシチュエーションははいこちら。はい。あなたは X に小さなサプライズプレゼントを用意しました。おなるほど。それを渡した時の X のリアクションは、はさあ X はどんな反応をするのでしょうか。早速視聴者の皆さんに聞いてみましょう。いじってきてるやつ。 X のリアクションどっちが見たい？ Trick or Treat？ リアクショさあンでコメント欄がどんどん進んおいで面白いなでもなんか甘いのが来るあれ意外とお今コメント欄の方は一色になっておりますが、面白さよりも何してんだよみんな。面白さよりもさあこれをいいのかい踏まえてではゲストの3名にジャッジしていきましょう。えジャッジは俺はお化けの方が多く見えたな。お前には何が見えてるの？そうですねこれうんもしかしたらうん飴に見えてるだけでちょっと我々の打ち間違ったのかな。そう目が悪い可能性もあるしルールが破綻していくぞ。それはいいのか？私には何が起こったのかさっぱり分かりません。しかし嘘やろ視聴者の皆さんにお詫び申し上げます。ゲストの3名はどうしてもトリックの方が見たいようですいや、ので、それちょっと待って待って待って、マジでそれおかしない。視聴者の皆さんの意見を尊重しないといけないでしょ、配信番組。それをサーパンプキンが私には何が起こったのかさっぱり分かりません。便利な言葉あかんで、便利な言葉あなたが引っ張らしかしなあかんのよ。 3名のジャッジを信頼するのであれば、絶対あかんやん。多田君にはトリックの判定が出ました。それはあかんやろ。あれあれ。それはあかんやろ、さすがに。あかんわだってそれでは多田君いやええの、ほんまにえあいいもうでも決まっちゃったから決。まっちゃったからえの？いややばしかしね、やはり多田君の甘い声を聞きたいという視聴者の皆さん、あれ？甘い声を期待している視聴者の皆さんの期待に応えるべく、うんはい多田君にははい
トリートバージョンで。戻った。じゃあサーパインちょっとひよった。サーパイン。パンプキンパインになってる。ひよったひよった。ひよったのではありません。ひよったサーパンプキンは視聴者の味方です。いや、それが正しいと思いますよ。それが正しいと思います、僕は。ひよったひよった。正しいと思いさますよ。あ、それではこれは多田君にお願いしましょう。サプライズプレゼントをもらった時の X のリアクション、はい。トリートバージョンでお願いします。いいですか？あ、これを僕に。君がサプライズ好きだとは知らなかった。僕の知っている君の行動パターンとは少し違う。これは何か霊的な前兆か？無意識の中に隠された意味があるんじゃないか。興味深い。つまり言いたいのはこういうことだ。ありがとう。君のサプライズ気に入った。今日一発が。お前どっち選んでも分かんない。どっち選んでも結局コメント欄の方も今の加田君の声に全然盛り上がっていますね。ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。ああ、素晴らしい、ありがとうございます素晴らしい。ありがとうございますあ、それでもお化けが聞きたかったという濃いな、濃いな。素晴らしい。いや、お化けが聞きたかったという視聴者の皆さんの思い、いらっしゃるサかもしれないですねーパンプキンはよくわかります。はい。さあ、続きまして、はい次のお題に進んでいきたいと思います。お願いします。さあ、それでは次は桐山くんですね。携帯構えとこ。あなたが失敗して落ち込んでいます。それに気づいた時の B のリアクションは、はさあ、すでに桐山くんがドキドキしていますが、視聴者の皆さんに聞いてみましょう。 B のリアクション、どっちが見たい？ Treat or treat？ いやでもほらね、もう本編聞いてくださってる方はいかに B がね可愛くてかっこよくて優しくておい、急に急に。おい、やめろよ。いやそうやってると思うしそうやったら逆にな。逆にな。見られへんやつみたいよね。ちょっとさ。あれちょっと待って。今コメント欄白熱嘘おかしいおかしいこれさ、これサーパンプキンの目にはどういうふうに言ってもらうかっていうのを同率のように見えますが、言ったらめっちゃ面白い。そうやな、お前やな。さあゲストのおこれあかんのか二人な。さあゲストのお二人のジャね待ってよッジはどうなるのでしょうか。みんな空気読みすぎだって。ちょっと五分五分かな。いやでも5.5対 4.5 ぐらいまあ5.5対だってみんな感じはする。微妙な割れ方をしておりますが、でもこれはうん多分うんせーので言う。うんせーのでよっかせーの。トリックかトリートで。あ言うかせーの。トリック。でもこれ切桐山くん、はい X の時より確おい実に多い。おい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 確実に多いもん。確実に多いよ。これさあは視聴者の皆さんが桐山くんのトリックを期待していることが判明いたしましたので、よしよし。桐山くんにはトリックバージョンでお願いしたいと思います。よしそれでは桐山くんへのトリックはもう歌いながら言ってくださいです。どうやんのどうやるの？ごめんどうやだってほらさっきキャラソンもまだわからないって言ってるのにもう歌うの？桐山くん違もう。これがキャラソンになるかもしれない。これを元にこれを元に作られるかもしれない。なるほどかもしれない自分でその礎を築くことができるんや。さあそれではキャラソンになるかもしれないはい桐山くんの当ててよ失敗して落ち込んでいることに気づいた B のリアクション、よし。歌いながら言ってください。ちょうだいよ。そんな顔して何があったんだ？君のそんな顔見てられないな。あ、どうしたら君を笑顔にできる？俺に何ができるのか教えてよ。何でもいいから俺に話して、ずっと隣で聞いているからさ。合ってんの？すごい。素晴らしい。なんやろう。そういうことなのこれは。なんやろう。これなんかわからんけど。そういうことなの。なんかわか説得力あったわあった。はい、コメント欄の視聴者さん泣いてらっしゃる方いらっしゃいますね。いや、笑いにけ。俺
なんか知らんけど絨毯の上で聞いてる感じがしたもんやめろなんかわからんけどなうんなんかわからんけどおコメント欄は今までにない興奮の留守すごい素晴らパーフェしいクトパーフェクトって言われてますよすごい山さんグッド勝負でしたねひどいよみんなさあトリックもなんなくこなす桐山さん素晴らしいいや素敵でしたねさあそれでは最後にすみくんにもお願いしたいと思いますお願いしますお願いしますすみくんへのお題はいやもうさっきのやつでいいんじゃないですか。先ほどのうん。というと一番最初のそうめっちゃいいですよ待ち合わせに遅刻してきた時のやつ。はい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 、あーなるほどではそれをすみくんにお願いしましょうか、はいすみくんには待ち合わせに1時間遅刻された時のブロドのリアクションお願いしたいと思います。さあ視聴者の皆さんはどうでしょさあう。ブロドのリアクションあどっちが見たい？トリックオートリート。え誰煽ってんのどっちでもええで。来いよってあ何が来いよってどっちでもええで。さあさ喋ったあさあさあコメント欄皆さんすぐおーすごいすごいすごいですすごいですあ何これすごいです分かってるねみんな。いや逆になんでやりたがりなのかもうわかんない逆いいね逆に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 行こうあもう逆に行ったところでもうこれは圧倒的よ。いやわかんないですまだいやこれはいやみんなまだわかんないですみんな先にそうだよじゃあ甘くしとくわみんな大好き。ちょっと待ってそれお前そうですねそれお前そうですねそれお前やはり少数意見を無視することはできびっくりしたませんがびっくりした今明らかにお化けの方がブロドじゃない多いように見受けられます。すぐ深夜だったもん今ファンのみんな愛してるで。あもうほら黙ったから俺らの負け今俺ら言わせてしまった言うのさあそれでは3名の負ゲストの皆さん、うんジャッジの方はけじゃあトリックはトリートでいこうかはいせーのトリックオッケー。そうですね。ではしょうがねすみくんにはトリック判定で見せていただきましょう。パスさあすみくんへのトリックは5歳児で言ってください。 5歳児どういうことそれはブロドの5歳児ってことですか住深夜5歳ではないいやいやブロードの5歳。ブロドブロードの5歳。ああブロド5歳の時のブロド見てみたいですね。ブロードのね感じでね。ブロドの感じ5歳495年前っていうことですからねそ。して1時間待ち遅刻されてる5歳で災難にも程があるよそこそこめちゃくちゃ災難よ大変やなさあそれではすみくんに見せていただきましょう。はい待ち合わせに1時間遅刻された時のブロドのリアクションはい5歳児で言ってください。どうぞやっと来たか。待たされるのは好きじゃないと最初に言っておくべきだったか。今回だけは許そう。君は特別だからな。だがということですが、まだ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 次に私よりも他のことを優先したらもう二度と逃げられないぞ。おいサーバーンブキはい申し訳ございません。サーバンブゲだよ申し訳ございませんでし邪魔したた。な人のセリフのすいません。サーパンプキンちょっと台本から目を離しておりましたよ。あでもしかもここコメントの方が面白くて面白いくて。やいいですね可愛いって言ってくれてますよみんなそうですねせ。やろ。しかしサーパンプキン一番気に入ったのは、スミ君が喋り出した時のクスクス笑いの絵文字それが全てを物語っていたかなという。クス笑い。嫌ですねこの5歳児デコピンしたくなるな俺笑われたってこと？違うよそうじゃないの？期待値の高まりや期待値の高まりですよそこあよかったです。しかしボーダの涙で歓迎してらっしゃるコメントもありますね。いやいいですね可愛らしいはい、ありがとうございました。まだまだメインストーリーでは見れていない3人のリアクションが見れて大変面白かったと思います。これでもまだっていうか見られへん。絶対見られへん5よ。歳児のブロとどのなかなかタイミングでね出てくるのそれはどうかわかりませんよ。そこまで持っていくのだいぶかかるで急に歌い出す B とかもおかしいやろ。作風変わっちゃってるからなんか変なキノコ食ったみたいなほんまおかしなことになってるけどさあそれもこれもファンの皆さんのコメントに支えられてどのように転んでいくのかここから先が期待大ということであります。ちょっとあれですね5歳児のブロードのファンアートとか書いてほしいですねあーどんな感じなのかいいですねいいですね歌ってる B とかね。急に歌い出してそう困惑してるみたいなX ってさうんトリックの時何やったんやったっけ？
何でしたっけ？あ、寝ぼけてんねや。 X のトリ寝言ックはや。寝言寝言風にで言やうみたいな感じにやってんな。だから寝言言ってる X とか、あのセリフ。そうそう夢見心地な夢の中でサプライズプレゼントを戻ってんねん。そう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 欲しがり欲しがりや。欲しがりうんじゃあ、多田君やっておきますか？って。うんあ、ごめんなさい。やばついつい。早っあ大先輩。すごいよ今の大変失礼しました。やってみますか？ええってすごいよ。すいません。脳内脊髄反射で感想をどうぞ言っちゃった。あのハッシュタグ X&B の方にお寄せください。ありがとうございます。そして、加賀くんからのお願いにもありました通り、ファンアートの方も、はいハッシュタグ X&B ファンアートの方に送っていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。さあ、以上、はい Trick or Treat Reactions のコーナーでした。ありがとうございましたありがとうございました。完全に桐山くんのさ、やつで、んこっちの方がおもろいやんってなってこう流れていったのに、多分ね流れていきました。これはね。あはいはい。あいいね。それではここでですね、うん。X&B チームからのサプライズなお知らせがあります。何ですか？何ですか？さあ、ゲストの皆さん、うん以前 X&B チームへの質問を募集したときに、うん一番多かった質問は何だったか覚えてらっしゃいますか？あれですよね、グッズ化してほしいみたいなのが多かったですよねなるほど正解です、うんグッズ化のお話でしたね、うん。さあ皆様から要望をいただいたおかげで、うんうん。今回なんと、メイクシップさんからもうん。X&B のエナメルピンバッジが販売されることになり、うおそうですえ？そうです。何ちっちゃい声が？もう一回言ってください。なり？なり？メイクシップさんからはいはい。 X&B のエナメルピンバッジがはい。販売されることになり、そうです。ちっちゃ。ちっちゃ。確定じゃないってこと？確定じゃないの？何はせい、まだ？え？これはですね、はいはい。受注販売でうん200個申し込みがあれば制作決定となります。大人の事情。これどういうこと？200個以上じゃあもう行っていいってこと？もちろんです。あ、なるほど。じゃあもう俺らが200個頼んだらええってこと？もちろんです。すみくんお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。影山さん、サーパンプキン、やっぱりよろしくお願いします。サーパンプキンはほんまにサーパンプキンでよろしくお願いします素敵な先輩で。ありがとうございます。そうありがですね。とうございます。拓平さんという方にはサーパンプキンの方からもお伝えしておこうと思います。よし決まったよみんな。決まったよ。サーパンプキンの方がいい決定ですサーパンプキンは伝えるだけですからね。拓平さんがでしょ運というかどうかは拓平さん次第ですけど。めちゃくちゃ面白いな。この感じ面白いな。自由だぞ今まあ決定じゃないけどね、皆さんのお声があったおかげでこの商品化プロジェクトがスタートできた。そういうことそれは本当にありがたいですよね。現在はうんサンプルの制作が進行中です。はいはいはい。いいね公式アカウントでデザイン画やプロジェクトの進捗をお知らせしていきますので、まだ公式アカウントをフォローしてない方は今すぐフォローをお願いします。お願いしますね今このコメント欄でね、フォローしてくれてる人は、キャンディーを、はい、ちょっと売ってください。はいまだ、フォローしてませんよっていう人はお化け売ってください。お化け売ったら分かってんの。おらんやろそんな。いないよ登録してないさあ逆にここどうでしょうからここでうん登録してませんって自白する人すごいなあおらんよな本当にそう。うんさあ、スー君からのお願いです。ありがたい。コメント欄にフあキャンディーだォローしているありがと方うございますはもうキャンディーキャンディーみんなキャンディーああいいですね。キャンディーを、あ、キャンディキャンディーー試食ですいいね。だよお化けがいるありがとうねございますキャンちょっとお化けの方は今してくださったというこああとですか。いいですね。ありがたいですねそうそれでもいいよフォロー仕掛けたんかな。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうフォローしてくれてありがとうね。さあ、それではキャンディーが出て、うんこれトリート判定ということですので、うんはい。言い出しっぺのすみくんからいいだしっぺ。視聴者の皆さんにはい。甘いご褒美お願いしまやっす。たぜ。そんな簡単に出せる声じゃないんやで。気合い一回ちょっと気合い入れる。はい。教えてくれてありがとう。すでにフォローしてくれている君たちには甘い褒美が待っている。今夜の夢を楽しみに。そしてまだフォローしていない者たちへ。我々の仲間にはいつでももう一人加わる余地がある。さあ、フォローしてキャンディー以上のものが手に入るかもしれないぞ。やだ。甘い。甘い。甘いかな
すみ甘かったよ。くんありがとうございましあた。りがとうございました。皆さんぜひ公式アカウントで X&B や商品化プロジェクトを一緒に応援してくださいね。よろしくお願いいたします。お願いしますます。お願いし本ます当にお願いします。お願いします。さあこうして皆さんで楽しんでまいりました、うん Into the Dark Voices from Nightfall ですが、そろそろエンディングのお時間がやってまいりました、まだやろあーもっとやろそうですね、サーパンプキンもまだまだ続けたいのですが、お、言ったね。 X&B 初の配信番組、視聴者の皆様、俺らのことお無視楽しみしてるやんいただけたのでしょうか。どうでしょうね。どうでしょうね。でも喜んでくれてんじゃないですかみんな。まあ今ちょっとラグがあるかもしれないですけどね。そうですね楽しかった。ありがとうございます。ありがとうございます。 Thank you。そうですねほんまに、視聴者の皆さんにもなんとか楽しんでいただけたと思います。なんとかって。なんとかなんとかって。わちゃわちさあゃしてもうたやんゲストの3名も、うんお楽しそうには見えたんですがどうだったんでしょうね。すみさんいいやかがでしたか、初の配信番組。やっぱりね、なんていうんですか、サーパンプキンの見事な台本読み、まあもっと砕けてほしいなと思ったんですけど。さあ番組のことはいいよ。え？すごい疲れた声出す。すごい疲れた声。サーパンプキンだって俺らのこと無視してくる時あるし。いや多分サーバー向きタイム見てるからあーなるほどねもうそろそろと思ってうん強引にそうそうそう。言ってるところはあったけどねうん。サーパンプキン時間なんていいじゃん。そういう仕事じゃん。時間なんでいいじゃん。俺たちもっと自由な関係じゃん。そうですね。本当に我々自由に楽しんでる姿を配信できたかどうか、はいそこばかりがサーパンプキンは気がかりなところですが、はいさあ桐山さん。待って待って待ってでいいさっきみたいまで今のすみさんサーパンプキンの感想しか言ってないですからそこだけはちょっと一言配信の感想皆さん、もう出てけへんやろ。見てくれてありがとう。ありがとう。大丈夫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 ですか大丈夫ですか。はいすみくんあよろしいでしょうか。あ大丈夫ですよ。はいいいですいいです。それでは桐山君、初めてのこはいの番組の配信終えてみてご感想いただけますか。はい、まずは皆さんご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました生で見ている方もね、これからアーカイブで見られる方も、そこそこ長い時間かと思いますが、お付き合いいただきまして、本当にありがとうございました。はいそして、我々、これからも引き続き、それぞれの役と向き合って、作品がどんどん皆さんに知っていただけるように楽しんでまいりたいと思いますので、僕は真面目です。頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございました。しっかりしてるよね。ねほんまにすみくんねすみくん偉いと思うよすみくんしっかりしてる。すみくん何こうすんねんで。こうすんねんでっていうか、あんたもね。すいまあんたせん。すいません。ね。頑張りまはいす。たまに上げてるってめっちゃ言ってくるけどさあそれでは最後になりましたが、はい加田さん番組を終えてみての感想お願いできますか。いやほんまにすごい濃厚な時間を過ごしたなというふうな感じ僕は汗びっしょりですけど今ほんまにいやでもこの X&B 本当に始まったばっかりでそうですねそうですね本当に皆さんと一緒に盛り上がっていきたいし、はいでこれ面白いって思っていただけたら、はい周りの友達とかそういう方にもぜひ教えてあげていただきたいと。そうね、みんなと一緒に楽しんで、うんこれから世界を広げて作っていきたいというふうに思ってるのでまたこういう時間があればいいかなというふうには思っております。はい。でまあ高井さんどうした拓平さんに拓平さんですね高井さん一回ちょっとこっち来てもらっていいですか見ちゃいたから見ちゃいから見ちゃいたから見ちゃいたからこっち来てください一回どんな格好してるか見てもらいましょう。一番出役っぽい格好をしてる。本体高井さんどうでした高井さんどうでしたどうでした高井さんどうした？山本拓平と申します。サーパンプキンのパンプキンがなんか急にこんなとこ混ぜていただいて。はいいかがでしたか若い人綺麗な人。いや緊張しますけど。どうしたんですか？はい。言ういやてください。今ちらっと言っちゃったんですけど、こんなとこに混ざれてもうとっても嬉しいです。あよかったですなんやろ一番の活力剤というか栄養剤。吸い取ってるみたいなこと言うやめてくださいデレクさんデレクさんもうお肉いただくよりも、はいなんかドリンク飲むよりも、はいなんかこの番組に参加して一番元気もらいましたね。あ、じそれは良かゃったですねあじゃあ後で俺らお肉食べに行こうか。そうですねそうやね。お腹空いたな。それは僕も連れてってよ。だっていちょらないって。っとぐらい安いやん先いや輩。袖の下に手入れてやめなさいリアルやめなさいやめなさいなるほど。あじゃあちょっとサーパンプキン呼んでるから。あ、ほんまですか。あ帰るわ。いやもう帰って終わってもいいけど。帰るわあ、ほんまですか。ありがとうございま私した。私
いや、なんか拓平さんも喜んでくれた。いやそうですね、よかったよかった。よかったあんなにちょこんって座ってる竹さんですね。見た見たサーパンプキンが整ったんですかね。大丈夫ですか。大丈夫整いましたサーパンプキン大丈夫ですか。帰ってきました。はい、それでは皆さんと楽しくやってまいりました。はい Into the Dark Voices from Nightfall、うんこの辺りで、終了したいと思います。はい。皆さんも今日の配信の感想、ハッシュタグ X&B で聞かせてくださいね。はい。また、ハッシュタグ X&B ファンアートの方でも書き込みお待ちしております。はさあ、この番組ですが、うん。次があるかどうかは、うん皆さんのお声次第となっております。ぜひともハッシュタグ X&B 感想の方どしどしお寄せください。はい。はい、ねそれではお願いします今日の配信はここまで。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございましたまたお会いしましょう。またねー。バイバイまたブキン。あ、で、誰だ